日本の食文化について、代表的な日本料理を例に挙げて紹介します。まずは、寿司についてお話しします。寿司は酢飯と呼ばれるご飯に、新鮮な魚や海産物を乗せたもので、そのバリエーションは非常に豊富です。握り寿司は手で握って作られた小さなご飯の塊の上に、新鮮な刺身や貝類、卵焼きなどの具材を乗せたものです。巻き寿司は海苔で巻かれたご飯の上に具材が巻き込まれ、切り分けて提供されます。寿司はその美しい見た目だけでなく、新鮮な素材とバランスの良い味わいが特徴です。醤油やわさびといった調味料をつけて食べることで、さらに味わい深い一品になります。次に天ぷらを紹介します。これは魚介類や野菜に衣をつけて油で揚げた日本料理の揚げ物です。天ぷらの歴史は16世紀に遡り、ポルトガルから伝わった揚げ物料理が日本風にアレンジされて誕生しました。具材にはエビ、キス、アナゴなどの海産物、ナス、かぼちゃ、さつまいもなどの野菜が一般的に使われます。天ぷらは塩をつけたり、特製のタレにつけたりして食べるのが一般的です。また、大根おろしを添えると、さっぱりとした風味を楽しめます。また、うどんやそばのトッピングとしても人気があります。次に、ラーメンを紹介します。ラーメンは日本の代表的な料理の一つで、中国から伝わった麺料理を日本風にアレンジしたものです。ラーメンは主に、スープ、麺、具材の3つの要素で構成されます。スープは醤油をベースにした深い旨味が味わえるものや、味噌を使った濃厚でコクのあるもの、塩でシンプルであっさりとした味のものなどがあります。麺は店や地域によって太さや硬さが異なります。具材には豚肉のローストであるチャーシュー、煮卵、ネギ、メンマと呼ばれるタケノコの漬物、海苔、ほうれん草などが一般的に使われます。次に、日本の代表的な麺料理であるうどんとそばを紹介します。うどんは太めの麺で、主に小麦粉と水を使って作られます。一方、そばは細めの麺で、主にそば粉を使用しています。うどんは柔らかくもちもちとした食感が特徴的です。また、温かいスープに入れて食べることも、冷たいつゆにつけて食べることもあります。そばは香り高い風味が特徴で、冷たいつゆにつけて食べるざるそばや、温かいスープに入れたかけそばが代表的なスタイルです。次に、日本の伝統的なスープである味噌汁を紹介します。
朝食や昼食、夕食など様々な場面で食べられており、日本人の食卓に欠かせない一品です。味噌汁は発酵食品である味噌を使っています。味噌とは大豆を主原料に塩と麹を加えて発酵させた調味料です。味噌にはタンパク質やビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、健康的な食事として重宝されています。代表的な具材には、大根やじゃがいも、人参、こんにゃく、豆腐、わかめ、ネギなどがあります。次に、おでんを紹介します。おでんは日本の伝統的な煮込み料理で、特に寒い季節に人気があります。おでんは、だし汁に具材を入れて煮込む料理です。だし汁は昆布や鰹節、煮干しなどから取ったもので、深い旨味があります。具材は非常に多様で、地域や家庭によって異なりますが、大根、こんにゃく、ゆで卵、はんぺん、餅入り巾着などが例として挙げられます。おでんを食べるときには、からしや薬味を添え、熱々のおでんをみんなで囲んで食べるのが一般的です。自宅や飲食店でも食べることができますし、冬場はコンビニエンスストアでも販売されています。最後に、すき焼きを紹介します。すき焼きは日本の伝統的な鍋料理で、特に冬に人気があります。主な材料は、薄切りの牛肉、ネギ、豆腐、白滝、白菜、椎茸、えのきなどです。地方によっては、他の野菜や具材も使われます。一般的には、鉄鍋を使って調理します。まず、鍋に少量の油をひいて、牛肉を軽く焼きます。その後、野菜や他の具材を加え、醤油、砂糖、みりん、酒などで作ったタレを加えて煮込みます。すき焼きは煮込んだ具材を生卵に絡め食べることもあります。生卵に具材を浸すことで味がまろやかになり、一層美味しく楽しめます。今回紹介した料理は、どれも日本の文化と食の楽しさを感じられるものです。日本に来た際には、ぜひ一度味わってみてください。